IC4 です。迷路の絵本書いていただきたいんですけど。少々お待ちください。迷路絵本？こんにちは、IC4 デザインです。僕たちは迷路探偵ピエールという本を出しています。これは世界で翻訳されて、この前海外では3冊目が出ました。そしてもうすぐ日本から日本版のピエールの3冊目が出ます。これは水の町の秘宝へというタイトルです。今日は制作の裏側をいろいろ話したいと思います。なんで迷路の本なんですか？10年近く前に長岡書店っていう出版社から迷路の本を書かないかという話をいただきました。スタートしたんですけど、その時香川源太郎さんの「時の迷路」だったりとか迷路本がすごく流行ってて、香川さんのが流行ってるからよその出版社も同じような迷路本を出したいっていう2匹目の土壌を狙ってたブームみたいなのがあったんですね。その時に僕に声がかかったので、迷路っていうテーマで絵を描くことにしました。それが迷路本になったきっかけです。そんだけ？迷路探偵って違うよ。迷路探偵って最初どうせ本を作るんだったら大きなビジネスにしたいって思ったんで、ただ単に迷路本を作るんだとやっぱりもう香川さんには絶対かなわんし、アート系のものにしたとしてもその瞬間はちょっと良くてもそのままその一冊で終わってしまうって僕は思ったんですね。そこで長くこれを売って育てていくには何をしたらいいのかなと思った時に、キャラクターを作ればキャラクターが自動的にいろんなことをやってくれる。要は今一人歩きしてくれる。で今だとゲーム化されたりとか、1回だけじゃけどハリウッドから映画化の話も来たりとか、これは今止まってますけど、ここに実は最初の10年近く前の迷路ブック仮迷路を創作怪人21面相を捕まえろっていうひどいタイトルので、これシャーロック・ホームズの世界観でって書いてあるんです。劇じゃない字でね。迷路探偵言葉は、一緒に文章を考えてくれた丸山さんがそういうのでなんかないみたいな、探す絵本みたいなのでタイトルない言ったら迷路探偵ってどうって言ってくれて、迷路探偵ピエールっていう名前が出てきました。でかいね。なんで鼻がない？いやいや、ちっちゃく描いたけ鼻まで表現するから。そのまま大きくしたけど。おお、可愛いじゃん。可愛くないじゃん。ピエール俺にたくさんお金をちょうだい。それでやめてよ、子供に言うてから。お前ら顔でかいもん。じゃあ質問ある？ピエールに対して。絵が小さい系の目立たせを持ってから真っ赤っかにしたんよ。私はしょうがないからピンク。ね、ピエールってさ、何歳なの？11歳。違う。違う。そう、違うじゃろ。だってメール探偵でオファーされとんだろ。そうよ。オファーされて海外とか。子供なんでもコナン君とかそれだってコナンはさ、本当大人じゃん、ちょっと。カルメンは25歳よ。違うじゃろ。なんで2人ともこんな色の格好に。だから、その絵がちっちゃいじゃない。そしたら主人公を探さんでいけない、一応。そういうことか。主人公目立ってないんでいけんわけ。で、主人公が茶色とかだったら、もう茶色い服の人いっぱいおるし、で、それで、なるほど、ウォーリーを探せって上手にできとるなってその時思ったの。で、俺本当はしましまにしたかったんだけど、ウォーリーを探せと一緒になるじゃない。じゃあ何色が目立つだろうっていうので、オレンジも目立つ色なんだけど、赤が分かりやすくていいかな。髪もアフロにしたのは、髪も見せたい。他のキャラクターと違うようにしたいんで。そしたら髪を大きくしたいって思ってアフロヘアにしたっていう理由があります。カルメンは帽子がピンクだけ、もう全部全身ピンクにすれば分かりやすいかなと。でピエールの横におればセットでおれば大体分かってくれるだろう。カルメン何歳って言ったっけ？ 23歳。
なんでいやもうみんなの心で年齢を決めてほしい。怖いよ。どうやって作っていったんですか？どうやって作っていったかっていうと、まあ、最初はちゃんとキャラクターを作ろうで、まあ、キャラクターを考えました。さっきあったようにこういう落書きをしながらいろんな、もうちょっと今見つからんのんだけど、いろんなノートにこういうふうにピエールの原型となるものを書いてきました。ね、このでっかいノートとちっちゃいノートの違いなんかある？なんかね、これはこれでちゃんとピエールを一生懸命考えようと思って買ったノートで、これは普段持ち歩いとったノートで、打ち合わせの途中で、例えば打ち合わせの途中で書いたりとかカフェでこの頃まだ子供が小さかったかな、それでカフェでちっちゃい待っとった時に、 10年前そのもうショッピングモールとかでお父さん一人でこうやって言うて落書きしとったりとかで、途中からまあ変わって、あピエールこれ書いてるピエール考えてる。それから今度はもうとにかく自分が描きたいものを描きたかったけ、いろんなまあ描きたいシーンとイマジネーションが出てくる部分ってあるじゃない。まあその迷路探偵っていうキーワードから、じゃあ美術館で物が盗まれたとこから始めよう思ったら、まあ美術館を描こうっていうのでこういうふうに美術館を描いてみたりとかで、こういうちょっとなんか不思議な城が描きたいなとか、なんか普通、なんかストーリーから考えるんかなって思ったんよ。迷路探偵ピエールっていうので、こう何かが事件が起こって、なんか謎を追ってみたいな、ストーリーから。いやストーリーはとにかくその盗まれた迷路ストーンを取り返すっていうのがストーリーで、それ以上のものがないけ、とりあえず1からゴールまで1から2までの間をどうやって埋めていくかっていうことを考えて、でその時にまず書きたいものをとりあえず書いた。でそれは迷路っていうくくりと、いろんな世界っていうくくりがあって、それをこう思いつくまま書いてって、割と初期にこのイラストを、いやどんなものが迷路になるかなっていうところから考えた。だから例えば気球じゃけど、気球がいっぱいあったら迷路にならんかなみたいなことを考えてみたりとか、その部屋がいっぱい断面図であって迷路にならんかなと、これ結局2で採用になるんだけど、でやっぱりインディアナ・ジョーンズの冒険みたいなのも書きたかったけ、そういう詰め込みまくった。そう詰め込んで自分がもうその年まで子供の頃から書きたかったものとか書いてきたものを全部詰めて書いた感じじゃけ、例えば高級なホテルの、まあ高いビルの屋上の高級レストランで迷路になっとるとか、これは2でやっぱりちょっと似た感じのカットが採用されるんだけど、あとはもうその地底王国みたいな感じだったりとかいうようなことを考えていろいろこう書いていって、で最後途中これカフェで1個書いたやつがこれ結局ね1のゴールになったんです、そのまんま。絵本の時代設定は1920年代ですよね。1920年代の終わりぐらい。例えば、ピエールがホットロッドをカスタムしたんだけど、この車は1920年代にはないよね。これはもう今の現在の人が昔の車をいじくって作っとるカスタムなんよね。この辺は1930年代入ってからの車なんよね。1920年代はもっとシンプル。でも車がシンプルすぎたらちょっとかっこ悪いけん、車に関してはちょっとそこ時代を超えたものも入れとる。このバイクとかもそう一応ある程度年代は調べて書いとるけれども、若干1920年より先だったりする。でも冷蔵庫とかはちゃんと書き直して、最初1930年代の冷蔵庫書いてて20年代の冷蔵庫にこの上にね冷房の装置がついてるから冷やす、これが1920年代の冷蔵庫。その1920年代の資料はめちゃ見とる。めちゃ見た。でも資料ばっかり見よったもんね一時期。結構いい加減なとこもあるけど、ファンタジーじゃって、ファンタジーで基本的に何してもいいけ。こういう電気とかは？いやもう結構いい加減だけど大体あるよね、1920年代に。日本ってさ、1920年代って何時代？大正？大正か。嘘だったらごめんなさい。作るのにどれくらい時間がかかりますか？1冊目のこの奪われた秘宝を探せば約2年と2年半ぐらい。2冊目の摩天楼の秘宝をこれは
これもやっぱり2年ぐらい。そして一番新しいこの水の町、これは3年かかりました。絵本って本当にまた後編でお金の話はしますけど、書いとる間っていうのは全然お金は入ってこないんで、いくらこれに時間を使おうが0円なので、通常の仕事をしながらやらなきゃいけません。なので日常の仕事を終わってやるとか、日常の仕事を止めてこの作業をする系、やっぱりすごく時間かかってしまうっていうのと、もう本当になんかこう人生を切り売りしよるような気分になってくるというか、もう土日もお盆正月もずっと書かんといけん感じで、まあ、もちろん書きたいけ書くんだけど、やっぱりちょっと疲れてくるし、やってなかったら罪悪感を感じるしっていうような日々でした。まあ結構大変だった、あるいは大変だったね。一番楽しい瞬間ってどこなの？このピエール楽しい瞬間は、もう間違いなくロンドンに行った時。いやいやいや、まあ、一回じゃん。制作の過程の中で楽しい瞬間、その最初のアイデアを考えるところと、なんか仕上げのなんか色塗りしよるところとか。なくなったね。ない。楽しいっていうか、分かった。この水のね、水に映っとるとこ描くと楽しかった。ちょっと自分の中で新しい表現だった。化粧みたいな段階。化粧の段階。この段階はちょっと楽しかった。見てほしいポイントは、まあ、気づいてくれたら嬉しいなって思うのは、ここにもう見えとんよ。ああ、それ言っていいん？いいよいいよいいよ。でここに見えとって、これが目的の島なんよね、ゴールがあるところで。で次にこのダンスのページに行って、ここにもう見えとんよ。もうちょっと先に進んでいくと、この抜けのページでも見えとって、ちょっと近づいとんよ。で気球に乗ってここに行くわけ。気づいとった？いやここ気づいてなかったさ。っていうところだったりとか、あとはここの見えとる部分っていうのは、ここで気球に乗るけ、でこの部分が見えとるよ。でここのピクルスっていうそのピレリみたいな看板が、ここにピクルスピクルスって見えとるんよ。人のシチュエーションっていうのは、いつも書いとるけん、もうどんなにしようっていうのがないんよね。で例えば検索して「ファニーピープル」とかなんか面白いことをしょる人たちを検索したりしながらネタは作るんだけど、やっぱり街書いて、こう例えば路地書いたら、あ路地ってちょっと怖い人が取引しょるよねっていう風な発想がまあつながってくるけ、そしたらここにギャング書こうとかね、でギャング書いたらまあちょっと猫1匹ぐらい入れようかと、でギャングがおると子供がまあちょっとそういうとこで盗み聞きして逃げるみたいなことで、こういうふうに人をかける、ちょっとずつ足していくよね。でここに関してはそのゴンドラ屋さんを書こう思ったんだけど、ゴンドラ英語が分からんけなんとかゴンドラで、俺の思いつくたもうスピードゴンドラとかそんなことしか思いつかんけ、スピードゴンドラってやったら、なんかこうカスタムショップにしようと思って、でここのゴンドラはちょっと速いみたいなことを設定で自分でこう書いたりとかね、そういうふうにだんだんこう話をつなげて、話っていうかアイデアをつなげて書いていくっていう。アリさんなんかなんか気づいたって言ったじゃん。ああ、ここにね、青もがね。青森銀行の青森の皆さん、ここに青もがいます。そういう本気づいた人おるかね。あれは神さん作ったああ、フィギュアね。あれもおお。あとね、うちの猫。すぐわかるよね。いろんなとこにおる。あとここのパズルは気球。ああ、気球のページね。それ2もある。こっちにも。2もある。ちょっと今思ったのが、この外国語版で言ったらこういうところの細かいサインまで、現地の言葉に書いてあって、言葉にね。見せてこれ結構細かいとこまで全部書いてあったりして。じゃあこれすごいね。ポーランド版ね。タッチも合わせてここも書いてあるわ全部。これもよ。それホワイトラビットなんとか。これはねクレアのアイデアでね、ザ・ホワイトラビットで何か意味があったんよ。もう忘れた。これなんかアメリカ的な意味があるよ、ここにホワイトラビットっていう。
ここインターのアリアもある。あ、そうミンの間あるいっよ。ぱいある。あるある。いろいろミンはね、ここよ。結構ミンの考えたページ。これこれ。うこれこれ。それは。これミンの書いてこれある。なんなんうん、シーフード。ミンズシーフードって書いてあるだろ、ちゃんと。あれ、それを、ここもね、ここもこのつながる。あ、そう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 。これクラシックカーね。ポリーにも考えてもらったよね。ポリーも考えてもらった。みんなに考えてもらう。これもいますよね。あ、おるね。おるね。もう書くもないで何でも入れとるね。どこかいね、ここにおったと思う。そうそう、こい探せってつじゃない。やつで。ここにおるんじゃないですか。違う？もうわからん。はい。これが次の日本語版の色です。色光って言って色構成といって僕たちがカラーをチェックしたりとか最後のチェックをするやつの紙です。でこれを見る限りですけど日本語版は海外版に比べてかなり色が綺麗です。鮮明です。で、この日本語版こういう表紙で11月10日11月10日発売です。店頭に並ぶこと思うのでよろしくお願いします。そして次回ですけども海外版と日本語版の、違いだったりとか僕たちは割と多分日本では珍しいと思うんですけど一人の作家が海外の出版社と日本の出版社とこれを別々に契約してるので契約のスタイルから販売のスタイルそれから印税まで全部違います。こういう違いだったりとか面白いところの部分をピックアップして話し合いたいと思います。はい。OK。Hi, we are interested in your picture book, Pierre, and we prepared a contract for international publish. Can I send it now? Yes, please. Please let us know what you think after reading. Have a good day. Bye. この契約書どうする？どうしましょうか。